はい、どうもです。今回はですね、独自のビルドということで、新エボリューション来ております。で、今回からですね、最後にティアリストも、設けております。今まで先週紹介して、結局どれが優先度高いのっていうところで分かりにくかったかなと思うんで、もちろん評価高いものばっか紹介してるんで、上位ばっかりになるんですけど、新たな試みとして、ティアリスト、作成していきますので、よければ、参考にしてもらえればと思います。で、今回ですね、この独自のビルド、になっております。総合率最大92の CM または CDM となっております。プレイスタイル最大10のプラス3、ポジション合計2となっております。で、ボランチですね。プラプラついて的確なパス、CDM でレジスタプラプラ、守備15の鋭いパス。でペース5シュート16、体感15で、90、90、90まで上がってテクニカル的確なパス。で、パス15、ペース10、スキルムーブ4、パスカットのボランチ、ボックス2ボックスですね。ドリブル15逆足、鋭いパスブロックとなっております。めちゃくちゃいいエボになっております。で、ポジションだけ当てはまればいいというところで、こんな感じに、なってはいるんですけど、おすすめ選手、いろいろいるので、その辺、紹介していけたらなと思います。太いんで、ちょっと見ていきたいなと思います。まず一人目ですね、デヨングになっております。これは多分トップクラスかなと思いますね。買っておくべきだったなっていうぐらいの選手になっております。ディフェンス11上がって、シュートも10ですね。ペースが2上がって、フィジカルが5となっております。もともと RTTF が一番最上位だったんですけど、それと比べてもですね、シュート、パス、ドリブルが、ディフェンスが圧倒しているという風になっております。プレイスタイルも非常に良くて鋭い、的確、的高となっていてですね。あとは、ロブタツとか、テクニカルインセプとなっております。これは文句なしの強さかなと思いますね。守備意識も93あって、パスも99あって、デヨングの元の使用感の良さもやっぱりあるんで、そのあたり含めても、こちらおすすめなんじゃないかなと思います。これはめちゃくちゃ強いかなと思いますね。はい。中盤できてるところで、あと予測とかね、この辺がないってところ気にはなるんですけど、もしあれだったら、今回のシーズンでもらえる目標もつけてもいいぐらいの能力値にはなってるかなと思います。これが、トップクラスかなって感じです。はい、次ですね、こちらになっております。グローブですね。グローブも最近めちゃくちゃ対象に入ってるんですけど、ペースが4、シュート4、ディフェンス6、フィジカル5上がっていて、的確、インセプ鋭いということで、パス系めちゃくちゃいいかなと思います。あとは、敵高もちゃんと持ってまして、テクニカルもついてブルーザーということで、こちらもパス99なんですよね。これもやっぱいいところで、守備意識も98あって、インターセプトも95というところで、この辺も評価できるかなと思います。あと、フィジカルもですね、80、違うですね。ここはもうスタメンちゃんと99ありますし、アンカーつけてあげれば、やや長にもなるというところで、これも、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。パス99ありますし、シャドウかアンカーかなというところですね。これもおすすめかなと思います。A4 具持ってない方はこちらおすすめかなって思っております。次ですね、澤さんになります。94と比較した際もディフェンスペース、フィジカルは大きく勝っているところで、今最上位だった、ものよりも上位となっております。こちらですね、鋭い的確を持っていて、敵高もあるし、ファーストタッチ、瞬速テクニカルということで、トップ下としても非常に優秀かなと思います。澤選手自体ですね、もう本当に強いんで、SBC がトップメタぐらいで、FCS とか結構使われてましたし、トップ下困ってる方とか、ちょっとさらに強いやつ作りたいという方は、こちらおすすめなんじゃないかなと思います。はい、次ですね、ビエラになっております。こちらですね、もう何回来るのって感じなんですけど、自分もエボしたんですけど、今回ので良かったんじゃないかなっていうぐらいの数値になっております。で、バースデーと比較してもですね、フィジカル以外全部勝ってるということで、バースデーを上回るぐらいの、バースデーもとも300万ぐらいだったんで、インセップ的確鋭いということで、的確もついたということで、的高より正直こっち欲しかったなっていうのはちょっと思うんですけど、あとテクニカル、テクニカルも今回のについたということで、これもでかいなと思います。今までのやつテクニカル持ってなかったので、やっぱり1個前のスネークかな。あちらをやったんですけど、フリットとベーラ重ねた時にですね、テクニカルなくてやっぱ困ってたんですけど、今回のテクニカルで、その辺ができるということで、これはおすすめなんじゃないかなと思います。もちろん、90エボですね、別のベーラ、ベースベーラもできるんで、そちらをちょっと自分作ろうかちょっと今悩んではいるんですけど、
まあ、これは普通に強いんじゃないかなと思います。はい、次ですね、ベリンガムになっております。まあ、今までいろんなエボで育ててきた方多いかなと思うんで、これまたさらに強いんではないかなと思うんですけど、まあ、全体的な数値高いし、もともと CM しかできなかった、CM キャムしかできなかったのが今回 CDM できるようになってるんで、まあ、ここもでかいかなと思います。まあ、そのあたり含めてもですね、普通に使用感めちゃくちゃいいかなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、次ですね。もう自分が一番気になっているスコールズになっております。インセップあって的確鋭いとなっていてですね、適高もあったりテクニカルもあるということで、まあ、ペースが90、シュート90のパス99ですね。ドリブルが91のディフェンス94、フィジカル90となっております。まあちょっと特徴的なのが、パスがまずオール99ですし、バランスも99、リアクションも99、レース差も99、ディフェンスも、インターセプト99のディフェンス、守備意識98ありますと。で、フィジカルも90なんですけど、まあ、スタミナ99の積極性99というところで、で、まあ、ペースもそんなに振り切ってないというか、うまいこと分かれてるんで、これめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思っております。もちろんこのオーバーも97ありますし、まあ、ハンターとかにすればですね、もう数値がめちゃくちゃ高い、選手になっているなっていう感じで、まあ、これは自分はこのスコルズにしようかなと思っております。まあ、めちゃくちゃ気になってるんで、もともと、あと相手に使えて結構嫌な印象あったんで、こちらおすすめなんじゃないかなと思っております。はい。で、最後にですね、ロドリになっております。センチュリオンロドリということで、インターセプト的確ブラウザーとなっていて、あと予測とか的高ですね、鋭いパスも持っているという風になっております。守備意識も99になっていてですね、まあ全体的な能力も90というところで、まあ Y と比較になってしまうとですね、まあそんなに負けてないというか、普通に強いんですよね。まあ、ドリブル数値がちょっとでかく負けてたりとか、パスは負けてるんですけど、シュートとかフェイスは勝ってたりとか、っていうところで、まあプレイスタイル含めて、まあ非常に優秀なんじゃないかなと思います。はい。まあこちらもありかなというところですね。で、こちら最後になるんで、最後にティアリストをやっていきたいと思います。はい、こちらになっております。で、まず、順番的に、左側にあるのが、まあ、優先の高いものにしたいなと思っております。まあ、スコルズですね。自分はもうこれが一番、個人的にはすごい気になってはいるので、まあ、こちらかなっていうところになっております。でですね、あとはデヨングですね。まあ、こちらも2番、まあ、ここがまあ1位かなっていう感じですね。まあ、この2人がずば抜けてるかなと思います。まあ、ロドリに関しては正直いいんですけど、まあ、ちょっと Y でもいいかなっていうところがあったんで、まあ、A として、まあ、ベリンガムも同じ印象かなって感じですね。A かなと思います。で、まあ、ここに続いても持ってるんだったらビエラ、もうトップクラスかなと思ってますので、まあ、こちらビエラありかなっていうところになっております。で、澤選手も、まあ、SBC でもいいのかなって思ったりとか、部分はあるんで、まあ、こちらかなって感じですね。で、最後、グローブですね。まあ、これも S に入ってくるかなと思います。まあ、順番で言うと、デヨング持ってなかったスコールズでいいかなっていうところと、で、まあ、スコールズ、まあ、デヨング持っててもスコールズ、まあ、トップ下とかの可能性を考えたら全然ありかなと思うんで、スコールズここで、で、まあ、デヨング持ってたらもちろんデヨングでいいと思います。まあ、あとは、ビエラですね。ビエラが持っていたら、ビエラもちろん入ってきますし、まあ、ビエラがなかったらグローブでいいかなっていう順番になるかなと思います。まあ、守備的な選手欲しいんだったら、正直ビエラ、デヨングが、まあ、トップ1、トップ2に入ってくるかなっていうところで、まあ、自分みたいにCDM とか、その辺使いたいっていう方は、スコーズとか、この辺入ってくるかなと思うんで、まあ、そのあたりですね。まあ、おすすめとしてあげたいなと思います。まあ、自分はもうスコールズがすごい気になりすぎてるんで、この順位になってますけど、もちろんデヨング持ってたらデヨングでも全然いいとは思うので、まあ、こことここの争いかなって感じですね。まあ、この4人がなければ、この下3名になってくるかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また紹介していきたいなと思っております。まあ、転売情報ですね。まあ、こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、まあ、狙い価格であったりとか、まあ、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、まあ、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、まあ、金額書いてるって感じですね。はい。で、まあ、
今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関してはTOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては27,000とかで、今11,000とかだったやつが27,000。これ確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんでめちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。労働もこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。